はい。ほい。ほい。ボボンボボンボンボボビボビボビボボボンボボンボンボボビボンボボンボボンボンボボビボビボボボンボボンボンボビボン。おい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見てるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きにせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが白黒のクータくん、グレーのグーちゃん、タトラのマサルくん、画面に収まっておりませんが、かわいい。しろちゃんのゆりさん、三毛猫のたまちゃんと我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところにね、ご紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクがあってありますので、そちらからないよ。シーバーポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバー、かわいいな。あげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。今日も寒くないけどね。寒くないけど、ぐーちゃんがこの椅子の上から解いてくれないからさ、ヒーターつければどくかと思ってヒーターつけたのにさ、全然どがねえんだもん。あれまあと思ったけどな。無理やりちょっと場所をね、移動してもらいまして。今、2つの中覗いたらさ、ゆりたんとたまちゃんがね、2人ってこっち向いてたわけよね、箱詰めで並んで。予想外のね、姿だったんで、ちょっと感動してしまいましたね。はい。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティーって言うかっていうと、あちらにいる、うさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーマでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティーって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。へい、では、いきますよ。せの、ジャスティース、たまちゃん、ぐーちゃん、ジャスティース。今日も塩入りのお湯だよ。
左右だよ。今日もなんか水使えないと思うとね、なんか使いたくなるっていうのかな。なんか妙にね、危機感というかな。だから1時から今日はね、5時間断水ということです。で、お湯をね、沸かして、ポットの中いっぱいにしとこうと思ってね、いっぱいにしたんだよね、とりあえずね。だけど、まあそんな飲まなかったな、みたいな感じで、たっぷり残ってましたのでね、ポットの中にお湯がね。なので、暑いなと思ったんだけど、飲んでみたらそうでもなかったな。そこそこぬるかったな。1時だからね、沸かしたのだねって感じ。で、そうね、どうやって過ごそうかと思いましてな。ね、とりあえず手が洗いたくなった時用に、洗面器に水を溜めといてね。で、まあ、その時はその水を使うようにしてと。で、トイレは流さなきゃいいってことだよね。と思ってね、流さないで、利用する作戦でな。で、まあ、それで乗り切ったっていうかな。で、後半はまあ、買い物というか、図書館に本返しに行かなきゃいけなかったんで、また読まずに返したんだけどな。だからもうさ、読まずに返すんだからさ、もう借りて、なんか順番回ってきても、ね、スルーすればいいかと思って。どうせ読まないんじゃもう、図書館のね、往復で時間かかっちゃって、まあね、今日なんか暖かかったからよかったけどさ、ね、予報ではさ、今日雨の予報だったからさ、雨の日とかにわざわざ返しに行くの嫌じゃんか。近くならまだいいけどさ、遠いんだよ、図書館さ。だからそれ考えるとなんか、そうだ、これから順番回ってきてもスルーすればいいんだなってことにね、今日ようやく気づいた感じかな。てんたまさん、今夜もジャスティス藤子さん、皆様、こんばんは。放送は本日もお付き合いよろしくお願いいたします。なんか、上方落語みたいになってきたな。なんか、なんだっけ、小話始めて、で、本題に入ると、なんか羽織脱ぐみたいな、そんな感じだったの。つでさ、ね、暑いだけどさ、ゆりたんがさ、このモフモフがゆりたんのなんかトイレだと思ってるみたいでさ、もうね、すぐ油断すると、もうあっちにもこっちにもモフモフしてるところにはおしっこされたんで、参ったなっていう感じよ。てんたまさん、予約って、結構されてるんですか？ああね、だからね、順番が回ってこない本ばっかりが溜まってて、で、忘れた頃に回ってくるっていうのかな。だから本の、本数、冊数が、あるやつだったら意外と回ってくるみたいなんだよね。で、本が一冊しかないみたいなやつだともう永遠に回ってこないみたいな。そうなんでね、全然もう本当忘れた頃に、こんなん予約したんだったっけみたいなね。まあ、何かしら興味があってね、予約したもんだから、まあ、じゃあね、受け取って読んでみるかとは思うんだけど、結局本なんか読んでる時間がなくてな。で、次に予約が入ってなければ、予約延長できるんだけど、まあ、そんなね、予約が殺到してる本を借りてるんでね、大体もう次の予約が入ってるわけよね。だから返さなきゃならないんでさ、いいや、じゃあもう読まずに返すっていうのね、なんかね、せっかく回ってきても、なんかもうその頃にはさ、興味が失せてるんだろうね、きっとね。借りようと思った時は、興味があったんだろうけどね。回ってきた頃には、もういいや、みたいな感じになっちゃってんだろうね。でも全然読まずにね、終了だよっていうね、感じで、で、今日は暑かったそうで、今さ、食器洗いね、しようと思ってさ、シンクに行ったら、なんか虫が隠れた様子があったんだよ。もうさ、ちょっ
と暑くなると、これだよ、みたいな。だからほら、これからちょっと涼しくなってくるから、ね、最初はほら、お掃除するついでに、ね、G 対策もしちゃおうかなと思ってたけど、まあね、夏、ね、出る前にやった方がいいよって話だったから、じゃあもったいないかと思って、取っとくかと思ったんだよね。これからどんどん涼しくなるからと思ったんだけどさ。でも、ちょっと暑くなるとこれだから、じゃあやっぱりしといた方がいいかなみたいな。で、前にね、動画でね、見たんだよね、その G 対策。冬になるに向けてこの時期にやっとくと、夏ね、もう全く見ないから、いいよっていうので、やっといた方がいいよみたいなのがあったんで、それを見てたんで、よっしゃ、じゃあやるかって思ったんだけどさ、でもったいないって話もあったから、そうだよなと思って、どうしようかなと思ってたんだけど、やっとけよかったと思ってさ、仕込んどけよかったと思ってね、今ちょっと大公開だよな。よしさん、ジャスティー、皆さんこんばんは、ボンスは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ね、暑いっつってるのに、にゃんこはやっぱりヒーターの前、争奪戦なんだな。そんなにかいっていう感じよな。ぐーちゃんなんかもうね、こっから動くもんかっていう感じよな。もうぺったり横になっちゃってさ。で、朝もさ、あんな感じで、で、まあ、朝はね、寒いから起きるときはさ、まあね、タイマーにしといて、で、つくようにして、で、つくとにゃんこああいう状態になるわけよね。で、まあ、1時間ぐらいすると、ほら、散々、なんだ、防寒対策をしたもんだからさ、ヒーターもね、よくというか、そこそこ効くようになってさ、あれつければ、まあ、部屋の中もね、多少暖かくなるような感じになってるんでさ。で、今日なんかほら、寒いわけではなかったから、朝は晴れてたんでね。晴れてた雨降ってたんだよね。だから、すごい濡れてたんだよ、外は。外はめちゃくちゃ濡れてたんだけど、太陽は出てたんだよね。だから、結構部屋の中暖かかったんで、1時間ぐらいで止めたかったんだけど、ぐーちゃん、あの状態だからさ、ちょっと止めづらいと思いつつも、さすがにちょっと暑くね、みたいになるとね、もったいないなと思うんでね、褒めようと思って切るんだけど、そうすると、もうね、あれが逆に今度はね、なんか失望というか、もう希望を失ったような状態でああなるみたいなね、もうぐーちゃん常にあの状態みたいなね、感じ。ねえ、てたまさん、私が見た未来は7月5日までに変えられそうです。わかんない。こんなに回ってこないとな。こんなに回ってこないとどうなんだろうって感じよね。そんなにさ、予約が殺到してるんだったらさ、増やすとかないのかな。それともあれかも、売られてない本だから増やすこともできないみたいな感じかね。結構新しい本だとね、最初はなんだ、検索しても検索に上がってこなかったりとかするんだけど、でしばらくしてからまた思い出してさ、なんかそろそろね、ないかななんて思って、また検索してみると、あったりとかするんだよね。で、そうすると予約結構入ってんだけど、なんか結構すぐ回ってきたりとかして、じゃあね、いっぱい買ったんだろうな、みたいな感じがあるんだけど、古い本だからね、新しく購入するっていうこともできないのかもしれないな。ねえ、てたまさん、よしーさん、こんばんは。また G がそう、なんかさ、ちっちゃいのが、ちっちゃいのが隙間にさって逃げてった様子がね、見えちゃったんだよね。うそーと思って。いや、もうなあ、やっとけよかったと思ってさ、置いとけよかったと思ってな。よしさん、てったまさん、こんばんは。私が見た未来は漫画本ですか？そうだよね。多分ね、見てないからわかんないけど。てんたまさん、そうです。東北の震災も予言されたとされる漫画で、次の大震災が来年の
7月5日となっています。そうなんだよね。ね、天玉さん、7月5日は淵子さんの誕生日でもあるので、そうなのです。私の50歳の誕生日にね、日本が滅亡するっていう予定なので、多分私はその日を選んで生まれてきたんだろうなって、ピンときたわけ。ちょっと読みたいな、みたいなね、感じ。読んだところでね、私はこのテントの中で籠城するっていうことを、固く決めてるんで、別になんか変わるわけではないんだけどね、っていう感じ。でもさ、これはフラグ立ちすぎでしょうね。そうでしょう。50歳の誕生日にね、日本滅亡っていうのはもう絶対私この日選んで生まれてきたみたいなね、感じがある。ただその予言っていうのは外すためにわざわざ予言するって言ってたよな。だから外れたじゃないかって言われるんだけど、言われるのを覚悟の上で預言者たちっていうのは予言してるっていうふうに言ってたよな。いや、もうね、精神がね、太くないとやっていけない商売なんだな、なんてふうにちょっと思ったので、なんかみんなの頭の中で想像してその出来事が起きると、それは起きたことと同じっていうね、ことになるらしいんで。だからただね、パラレルワールドでね、いっぱい世界があるから、実際にそういうのが起きる世界もあるし、で、起きない世界もあるし、だから起きない世界に移動していった人たちにとっては起きなかったじゃないかっていうね、未来っていうか、ことになるし、で、起きる未来もあるから、そっちを選ぶ人もいるし、みたいな感じだからね。だから何も変わらないんだけど、読んだところで。変わらないんだけど、ちょっとね、有名な本だからさ、話題の本から、借りられるんだったらね、借りて読んでみたいなと思って、ね、気軽な気持ちで予約したんだけど、全然回ってこない。全然回ってこねえな、これ、みたいな感じで、どんくらい回ってんだろうね。よしさん、未来の2025年7月に地震が来るということですか？すごいですね。未来、それも近未来を予測するとは、当たらないときは、ね、当たらないの話じゃないんだよね。日本なんてそもそもさ、地震大国なわけだからね。そういうこともあるかもしれないから、そういう時に自分はどうするのかなっていうね、ことを考えて、で、取れる対策はしといて、で、日々ね、今を楽しく、明日死ぬかもしれないんだからっていうのでね、充実した毎日を過ごす、ことしかないんだけどねっていうね、状態でございますよ。ぐーちゃん、おしっこかな。なんで縦のトイレに横に入ってる。ちょうどぐーちゃんのお尻は見えてないんだな。ね、よかったよ。シーツ敷いてるから、そこにしてくれてるから、ね、なんとかなってるけどっていうね、感じだな。ただ、音でさ、トイレの中にしたんじゃないなっていうのがわかるんでね、ああ、外れてる。外れてるな、みたいなね、感じ。で、あとは来年はやっぱりね、どうしてもそのね、災害はね、起こるって、その日付はバラバラというか、だいたいみんなね、同じぐらいの時期、やっぱり7月5日っていう人は多かったわけよ、前は。で、こんだけ7月5日ってみんながね、フォーカスするようになったら、ずらしてくるんだよね、その起こそうとしてるのがいるから。だから、そのずらしてきて、で、ずらしてきた日にちっていうか、そのあたりの、えーなんだ、日付っていうのかな。もうみんなね、やっぱり今度はなんか、いついつぐらいが怪しいよって言ってるのが、やっぱりね、集中して同じぐらいの日を言っていくんだよね。ただちょっとずつずれてんだけど、なんかね、早くなってるかもしれない。7月5日よりも前に起きるかもしれないっていう感じみたいだね、今はね。
で、でもさ、1994年から98年に書かれた漫画で、作者は単行本を出版したその年に引退してます。あ、そういうことなのか。ね、なんかその本にしか出てこない。名前はほらしょっちゅう聞くからさ、ね、なんか名前だけは覚えちゃってるけどさ、だからといってその人の漫画ね、それ以外知らないけどと思ったんだけど、そういうことなのか。ね、よしさん、しかも、非まで指定とは、そうそうそう。震災という以上は、ある程度大きな地震でないと、日本人が3分の1になるんだよね。で、そう。ね、だから7月5日はもうその人だけじゃなくて、結構いろんな人がね、やっぱりね、7月5日って言ってたんだよね。言ってたんだけども、結構ずらしてきてるねってみんなやっぱり言ってるんでね。だから7月5日ではないと思うっていう話で今は。で、ただ来年どっかしらでは起きるから、逃げれる人は逃げるなりね、自分の、どうしようかなっていう対策を、すればいいんじゃないっていう感じらしいね。私はここでにゃんこと一緒に籠城して、震災があろうとなかろうと、明日死ぬかもしれないし、この後死ぬかもしれないからな。それまで今を精一杯楽しく生きるっていうだけだけどな、みたいな、感じ。なので、今日は何したんだっけ。買い物行かなかったんだっけ、結局な。買い物行ったっちゃ行ったのか。どこ行ったんだったっけか。最初にマイバス行ったけど、マイバスで何も買わず、で、またスーパーに行ったんだったっけな。スーパーに行って、やっぱりキュウリかな。ぬか漬け用のキュウリが欲しいなと思いつつな、やっぱりなくって、で、そうで、今日はさ、なんかさ、農協のブラックフライデーだったみたい。今日なんか農協のブラックフライデーだったっぽくってさ、なんか、ベランダで、なんかね、水をあげようかなと思ったんだけどさ、なんか、湿ってるわけよ、土が。土湿ってから、これはいらねえかと思って。めっちゃ晴れてるからさ、もちろんいるかと思ってさ、水あげる気満々で外出たらさ、なんか地面湿ってんで、で、そっか、そういえば夜ね、なんかすごいめっちゃ雨降ってる音してたもんね。そっか、雨降ってたよなと思って、だからそのベランダにいるときにさ、なんかいらっしゃいませみたいに言ってるような声が聞こえたわけよ。だから、と思って、これはなんか農協でやってるか、なんかイベントやってるかと思ったんだけど、ただパッと外を見たときに、大きいなんかね、トラック、作業用かなんかのトラックが止まってたんで、なんか作業の人がなんか言ってんのかなと思って、で、スルーしてたんだよね。で、昼前、断水だからその前にね、なんか、調理するならね、野菜買うなら買っといた方がみたいな感じでさ、慌ててというか、行ったら、で、昼前ぐらいになっちゃったんでね、今日はいつもよりちょっと遅かったわけよ。そしたらね、なんか、ハッピー来た人っていうのがいて、で、多分やってたんだろうねっていう感じ。なんか机とかは出てんだけど、ただね、置かれてるものはいつも通りのものしかもうなくて、年にね、1回ぐらいやるんだよね。その冬前っていうのかな。なんか冬野菜っていうの大根とか白菜とか、なんか巨大なやつね。でね、安きゃいいんだけどさ、高いんだよ。高いんでさ、一応行くけど、みたいなね。で、一応行くけど、だから高いんでさ、いや、いらないよ、みたいな。そんなのさ、なんか冬場にやるんだよね。で、普段だったら置いてないような京野菜っていうのかな。
なんかちょっと聞き覚えがないような、大根。ただ大根もさ、いろんな種類がある。なんかいろんな色とかさ、あるじゃんか。なんかそういうのが全部一通り並べられてるみたいな日が、なんか一日あんで、ただ、なんかね、大概それやる前は告知されてたと思うんだよね。なんか張り紙かなんかされててさ、そのいつも置かれてるところにさ、なんかいついつやるよみたいなのさ、書かれてると思うんだけど、なんかそういうの一切なかったから全然情報なしでさ、で言ったら、あれ、8匹来てる人がいるから、やっぱり、で、なんかやっぱりいらっしゃいませとか言ってたから、あ、この声だよなと思って、やっぱり農協の声だったのかと思ってさ。ただ置かれてるものはもうさ、いつも通りというか、いつもよりも高い、冬瓜と、だからでっかいからね、でっかいから立派だからさ、別にね、いいんだけどさ、高いとは言わないのかもしれないんだけど、あれだって、当番この前100円で売ってたのにさ、また300円になっちゃったのみたいな感じだからさ。で、あとは、なんかブロッコリーが250円とかでさ、だから、いいや、みたいな。いいや、みたいな感じでね、今日は買ってこなかったかな。ぐーちゃんが幸せそうでよかったよ。暑くねえのかな。しかし、なんやんこはな、あんな怪我も来てな。ーと、なんだっけ。ーと、ある程度大きな地震でないと。ケンタマさん、そちらは耐震性は大丈夫ですか？微妙なんだよね。なんかね、ギリギリのところにいるんだよ。ハザードマップっていうの。ハザードマップを見ると、ね、水が水没するみたいな高さのところあるじゃんか。で、ギリギリ、水没しないみたいな、ところにいるんだけど、ただまあ、そのね、大震災だと、富士山ぐらいの高さ、富士山以外全部沈むって話だから、全然東京ダメだよね。東京に行ったら全然ダメよね。だから浮き輪欲しいなと思ってさ。浮き輪欲しいなと思ってるけどね。なんかもう、そんな悠長なことを言ってられるかなみたいな。寒くてそれどころじゃないみたいな感じかもしれないけどな。で、だからさ、農協まで乗っかるブラックフライデーと、まあ、ブラックフライデーとは言ってなかったけど、言ってなかったけどね、そう、年に1回ぐらいそういえばあったなと思ってさ、なんで今回全然告知されてなかったから知らなかったよと思ってさ、だから多分いろんなところの農協の人が集まって、で、野菜みんなね、並べて、でね、なんか、大根一本500円とかみたいなでっかいけど、ね、500円じゃさ、いらないよ、みたいな感じなんで、私からしたらね。だから、ぐーちゃんごろんね。ぐーちゃんもそもそしてるね。よしさん、近未来でなく、1998年の予測で、26年後の話ですか？そうそうそう。そうでしょうね。私は当日、地震が起きたとしても、たまたま当たったとしか思いません。そうね。地震予測は90%当たったと研究成果が、出てましたけど、予測日の前後3日までの地震は予測通り当たりとする。弱い震度でも当たりとするというものでしたね。そういうのはなんかね、はい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 って感じだよね。天玉さん、こちらは何の、備蓄も準備もしてないので、大震災が来ると、とにかく困るんですよね。そうだね。ただなんか最近見てないな。動画は見てないんだけど、
サムネのタイトルで分かったっていうか、なんか四国は神の国だから、なんか守られてるから、なんか大丈夫みたいなこと言ってる人もいたよ。羨ましいな、みたいな。なんかね、標高が1000メートル以上ないと、そこはなんか全部沈むらしいんだよね、日本がね、っていう話でした。だから、なんだっけ、八ヶ岳かなは標高1000以上あるのかな。なんかそっちの方にね、逃げてる人とか、あとはまあ日本の税金が高すぎるんでね、お金持ちはもうみんな日本からね、逃げていっちゃってるよみたいな、そんな話でしたかね。ぐーちゃんが太陽に、吠えろの殉職シーンのように、そうそう、ゆっくり倒れて面白かったですな、猫ってさ、もうほんと、ずっと見ててもさ、もうなんでそんな動きすんのっていうのがね、予測がつかないからさ、面白いよな。カニタさん爆笑。ぐーちゃんの動きがね、ほんと気が抜けるっていうのがね、そんな感じあるよね。そうで、ベランダ開けとくじゃんか。そうするとさ、にゃんこ外に出てるわけよ。知らん間にさ。びっくりちゃん、ほら、グレーだから、地面と同じ色をしてるんでさ。で、猫って気配ないからさ、わかんないわけよね。で、開けとくと必ずでっかいハエがさ、うちの中入ってくるんでさ、もううざいなと思って。あれにまたね、なんか卵生まれたり、生まれたり、生まれたりでいいのか、生まれたりしたら嫌だから、もう本当出てってと思って。で、もうね、いないっぽいからと思って、じゃあそろそろ閉めとくかと思うと、ブーちゃんが日向ぼっこしてるから、いたよと思って。ぐちゃいたよみたいなね。大概いるんでさ、だからもうしょうがそのまま開けとこうと思ってね、とりあえずもう寒くて、なんか天気が悪くてっていう時じゃなければ、昼間はね、開けとくんだよね。そうすると、ぐーちゃんが大概ベランダで、ね、日向ぼっこして、光合成してるんでね、太陽の光に当たっとけば、ね、免疫力もアップするだろうから、それでね、少しでも元気になってもらえればいいかなと思ってね、ぐーちゃんファーストで開けておりますよ。そうするとさ、いつの間にかたまちゃんも出てさ、で、たまちゃんでっかい声で泣くからさ、もうほんとベランダででっかい声で泣くんだ。やめてもらえるかなっていう感じでね、毎日たまちゃんベランダででっかい声で泣いてるし、で、昨日だったっけか、晴れてたっけ、昨日って。なんか鳩がね、騒いでたんだよね。で、何の音だろうと思って振り返ったら、鳩がね、下でなんかね、張り切ってたんだよね。やっぱり、なんかそれすかさずな、もうかぶりつきで鳩の様子を見てさ、ぐーちゃんなんか頭もベランダの外に出しちゃってさ、おー危ない危ない危ないみたいな状態でね、鳩のことじーっと見てたよね。カニタンさん、違う、合ってるのか。こんばんは。たまさん、こんばんは。ジャスティーさん、ありがとうございます。しんさん、藤子さんの猫は外に出たことはありますか？ぐーちゃんはね、野良猫だったからね、もともとは、子猫で狩らずに食べられそうになってたところを拾ってきたんで、ぐーちゃんは外に出たがるっていうのかな。で、たまに玄関からニュって出てくる時があるから、おい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 っつって、無理やりね、捕まえて、うちの中に入れるっていうことが、今までに2回か、まあ3回はないかな、2回ぐらいあったんじゃないかな、みたいなね。あとは、まあ、足で、当選簿して、出さなかったことも2回ぐらいあったんじゃないかな、みたいな。そうぐらいかな。あと、時々たまちゃんがね、私のストーカーっていうのを
なんかね、離れたくないっぽくて、くっついてきちゃって、もうちょっとマイバスに買い物行くだけなのに、なんかで、玄関から一緒に出て行こうとするんでね、閉めてね、たまちゃんは出たことはないけど、ぐーちゃんがね、ニョッキって出てきたことは、2回ぐらいあったんじゃないかなっていう感じだよ。あとはまあベランダね。ベランダだから最初の頃はさ、ね、脱走したりとかしたら困るからと思って、ベランダにも出してなかったんだけどね。だから今日ね、そのベランピングしてみたら、意外と怖がって出てこないのと、あと出てきたはいいけど、別に外に、ね、出ちゃうっていう様子は全然なかったんでね、ああ、これは大丈夫だね、みたいな感じで、だから今はもう全然にゃんこたちを信頼してね、ベランダ自由に出入りさせてるな。ねえ、しさん。首輪つけて散歩させても良いのではないですか。いや、猫はね、いらない。犬じゃないから。ね、だから前飼ってた猫はね、もともと野良猫を拾ってきたんで、なんか外ね、恋しいから出してあげた方がいいかなと思って。ただね、にゃんこの散歩はね、大変っていうの、犬みたいに歩くわけじゃないし、でね、突発的な動きするっていうのかな。で、狭いとことか入っていっちゃうわけよ。で、ほら、木登っちゃったりとかするから、だから紐つけてるのがまあね、大変なわけ。で、絡まっちゃうからと思ってさ、その絡まるのとほどきたくて、紐を離した瞬間にバーって走っていっちゃってね。だからもうそういうのがあるんで、もう逆に危ないからね、やめた方がいいなって思って。ね、最初に飼った子は散歩させてたけどさ、その猫の首輪っていうのそういうのもあるからね、それ買って、で、時々ね、気まぐれにするんだけど、まあ、連れてっちゃうと大変な思いするわけよ、そうやってさ、もうなんだろうな、生きた心地がしない、感じになるんでね、もう嫌だ、もうやめようと思って。やめとこう、もう猫の散歩はいいやと思ってね。あとは、まあ、やっぱり外に出すとね、病気もらってきちゃうからね。だから外に出ないのがいいよっていうのがあるよね。てんたまさん、確かに猫の散歩は大変。そうそう、犬みたいな動きするわけじゃないから。猫はね、縦運動っていうの。犬は横運動だけどさ、猫縦なんて、そういうわけにはいかないっていう感じ。吉さん。そういえば猫を連れて散歩させている人見かけませんね。そういう理由ですかね。あとは本当にさ、まあ、個体差があるから、犬みたいな、ね、動きして、そういう散歩できる子も、まあ、中にはいるんで、そういう子はまあね、すればいいとは思うんだけどさ。まあ、そうじゃないから、大概は。で、あとはなんだ、ケースっていうのなんかさ、カートに入れて、ね、なんか猫を飾り立ててさ、で、ね、浅草とかさ、散歩してる人いるけどさ、まあ、ああいう猫はね、それで平気な子なわけじゃんか。うちなんかだってカート乗せちゃったらもうね、大変っていうの。でやっぱりね、子供の時にその自転車のカゴにさ、猫乗せて走ろうと思ったらもう逃げちゃってさ、危ないのよね。だからね、あんまりそれで平気な子っていないと思うんだよ。だからたまたまそういうさ、飾り立ててさ、そのカート乗せてさ、もうおとなしく乗っかってる子っていうのは、まあ、稀っていうのがね、そういうんだったらまあいいんだろうけど、そういう子はほとんどいないんでね、無理だと思う。っていう感じがね。時々さ、ノラちゃんってね、犬の散歩させてると、その犬のことが好きで、犬と一緒にね、ついてくる猫みたいな動画見たりとかするけど、だから、ああいう動きであればさ、だから犬と同じ動きしてるわけね。平行にさ、横にくっついて歩ってるわけ。
だからそういう動きであれば、まあね、できそうな気がしちゃうけど、そういう映像を見るとさ、実際猫を散歩させようとしたら、そうはいかん。そうはいかんよっていうね、感じでございますよ。もう変なもん食べっからね。何食べた今。今何食べたのって、もう本当ね、もう常にヒヤヒヤしてなきゃいけないんでね、もう無理、もうやめた、猫絶対散歩連れていかないって、毎回ね、思う。そんな感じでしたね。だから一人じゃ無理っていうのかな、その公園でさ、遊ばせるっていうかさ、連れてくじゃん。で、そうすると小学生ぐらいの子供たちが遊んでるんでね。で、猫散歩させてるつんでさ、みんな集まってくるわけよね。だけど、にゃんこの方がさ、木登っちゃったりとか、なんか変なとこ入っちゃうからさ、で、絡まっちゃうんでさ、その絡まったのをほどこうと思ってさ、一周紐を外したらバーっていっちゃってさ、で、子供たちが助けてくれて、にゃんこの紐ね、掴んでくれてさ、もうありがとうって感じね。もうそれなかったら、もう今、ね、その子と一緒にいた。で、それ以降、ね、その子と一緒にいた。なんか歴史はなかったかもしれないよ、みたいなね、ことになってたんでね。大変でございました。あとは何の話しようかな。ニューシーさん、でも一生家の中だけとは、それが猫にとっては幸せな生涯なのかね、なんかね、そうらしいよ。私はほら、アニマルコミュニケーションね、できないからさ、アニマルコミュニケーションしてる人の動画を見たりするんだけど、そしてやっぱり、猫っていうのは、そもそも人間と一緒に、生きるために生まれてきてる動物なんで、だから人間に飼われたっていうことだけで、幸せらしいんだよね。やっぱりノラちゃんに比べたら、なんか短い期間だけだったとしても、人間と一緒に生活できた方のが幸せなんだって。で、大概ノラちゃんもね、若い時はいいんだけど、ちょっとね、年取ってくると、やっぱりね、外の環境がね、かなりしんどいらしいんだよね。で、家の中に入りたくって、で、まあね、飼い主探すっていうのかな。で、家に入れてもらって、みたいな。だから私の最初に飼った子も多分そうだと思うんだよね。神社で仕事帰りに、猫見たいなと思ってさ、で、お腹空いてたから、パン買って食べながらさ、猫見てたわけよね。で、そしたら車の中に乗ってきた猫がいたんで、で、これ動き出したらどうかなと思って動いてみたんだけどさ、全然動じないわけよね。じゃあ、買うかってことになって、で、買うことになったんだけどさ、なんかそういうことらしいんだよね。なんか変わりたいなと思って、なんか言ってくるらしいんだね、この本もね。そういうことだったんだなと思って。だからもうね、変われたっていうので十分幸せらしいし、あと外で飼ってる猫ね、うちの中だけじゃなくて、外を自由に行き来させてる猫でも、行動範囲がまあ狭いっていうの。なんで外出たのっていうぐらいのさ、距離なんだよね。もう何メートルの世界なんだよね。全然遠く行かないの。なんなんだよ。だったら家にいれば、みたいなさ。なんかそんな距離しか行かないのよね。だからね、別に猫にとっては、外出れないから、不幸とかっていうのがね、ないみたいで、感覚的にね、人と一緒にいられることが、なんか幸せらしいんだよね。よしさん、でも、あ、言うんだか。ね、天玉さん、飼い主に恵まれると、部屋の中でも幸せでしょうね。そうそうそう。ね、で、まあほら、人間の感覚だとなんかね、虐待されてる子とかは、
なんかもうね、かわいそうだなっていうふうに思うんだけど、ただまあ動物からしてみるとね、それでも飼い主さんのことが好きなんだよね。だからまあ飼い主さんはね、私はまあね、できれば優しくしてあげてほしいなとか思うんだけどね、まあね、動物からすると虐待されてても、飼い主さんのことが、大好きらしいからな。だから人間が思ってるよりも、ペットの方のが、飼い主さんのことをね、大好きだよって話をさ、まあ、よく聞くんで、じゃあまあそうなんだろうなって思うことあるわけよね。なんか毎日毎日常に何かしら私はやってっけどさ。常になんかしやってるけど、で、それがね、一段落して、さてと、みたいな時になるとさ、にゃんこ寄ってきたりとかするんでさ、もうずっと見てるってことだよね。ずっと私の行動を見てて、で、好きあらば甘えようっていう感じでさ、すげえなと思って、ずっと見てんのかいみたいのでね、本当なんか私が思ってるよりもこの子たちは私のことをね、どうやら好きでいてくれてるようだなって思うとね、なんかもうね、ありがたいなっていうかね、もう本当申し訳ねえと思って、もうちょっとね、構ってあげればいいのにねって思いながらな、そう思いつつも結局毎日毎日何かしら違うことやってるみたいな、そんな感じでございますよ。だからもうね、今死んだら後悔することって何だろうって思うと、にゃんこともっと遊んどけばよかったって思うんだろうなって思うんで、なんかそういう時はね、ぐーちゃん抱きしめて、そんな時ばっかりはな、ありがとねって言ってね、ペナでしてるような感じですよ。ペンタさん、はい、そうだな。じゃあ今日は話のネタが続かないね。どうしよっかね。あとは何だったかな。ケンタマさん、夜しか構ってあげられない飼い主もいますかね。そうだよね。だからそれ考えたらさ、もう一日中一緒にいるんだからさ、一日中一緒にいるんだからいいじゃないかとかってね、思っちゃうんだけどね。まあ、だからほら、ご飯の時はみんな一応来るわけよ。抹茶なんか全然カリカリ食べないからさ、なんか来てもなんだっていう感じなんだけど、ただほら、ご飯の用意すると構ってもらえるって思うみたいなんだよね。なんかその構ってもらうの目的で、ご飯の時はみんな一応なんかね、集まってくるみたいなんだよね。で、朝なんかはさ、黒缶なんかは、抹茶は食べるけど、ね、上司、たまちゃんとかさ、ゆうたんとかはさ、食べなかったりとかするんだけど、でもみんなね、集まってきて、で、たまちゃんなんか、なでろ、なでろっつってさ、ね、泣くからさ、なでなでしてな、なでなでするんだけど、さっきはたまちゃんなんか泣き癖がついてるさ、泣き止まない。で、なんだよ、抱っこしてんじゃんだよ、なんなんだよ、みたいな感じで、なんか泣き癖がついてて、でっかい声で泣いてな、で時々ご飯食べながらもなんかでっかい声で泣いてるからさ、もうなんなのみたいな感じなんだけどね。そんなにも、そんなにも私のことをね、求めてくれてるみたいなんでな。とね、尊いなっていうかね、そんな感じですよ。だからね、ぐーちゃんがあんな感じでいてくれて安心するよっていうね、いい感じだよ。あと5分、あと5分なんかあるかな。金玉さんよかったにゃね。どうしようかね。あとは何かあったかな。今日は何かありましたかね。と、今日は27日、水曜日でございますね。と、今日は湿気がすごかった。はい。話が続かないな。
どうしようかな。と、来月はどこか行かれますか？そうだね。来月は、プライオリティパスを使いたいので、成田空港に行って、大阪、なんだろう、関西空港なのかなに行くんだね。で、まあ、大阪に行って、そんなにほら、チューブ、セントレアか、セントレアほど、なんだ、プライオリティパスを使えるところがあるわけじゃないので、時間があるんでね、大阪に行ってから、どうしよどうしようかな、みたいな感じで今いるんだよねっていうね、感じ。あとはまあね、バスツアーね、バスツアーがやっぱりさ、なんだ、需要があるのかさ、再生数がね、バスツアーの時は他のに比べたらちょっと上がるから、じゃあバスツアーね、もういいかなっていう感じだけど、まあ年末あと1回ぐらい今年行っとくかみたいなので、で、はとバスでクーポンが出てたんだな。で、それでどっかに行くのかな忘れちゃったけど、それでどっかに行くんだと思ったな、今年はな。今年っていうか来月か。こんな感じだと思う。出かけるとこはな。ゆりたんが生まれました。ゆりたん生まれましたね。ペンタさんを、関空だけですか？そうだね。成田行って、関空行って、羽田に帰ってくる感じかな。よしさん、新たな子猫を飼うのも、猫たちには刺激になって良いかも。刺激は欲しくないと思うよ。ね、平和に、過ごして、ゆっくり過ごしていきたいだけだと思うよ。てんたまさん、道頓堀の、グリコ看板とか、新世界の通天閣とかね、晴れてればね、まあそういうね、有名どころっていうの、前回行けなかったね、たこ焼き屋さんとか、たこ焼きっつってもさ、そのプライオリティパスでね、なんだっけ、サービス受けられるのがさ、またボテジュなわけよ。なんかボテジュだけはどこでも使えるんだわね。またボテジュなんでさ、たこ焼きっつってもね、と思って、だから、できたらなんだ、食べ物系じゃなくてね、なんか観光かね、とかって思うんだけどさ。で、なんかね、今日ふとね、動物園に行きたいなっていう気分になったわけよね。なんか急にさ、あれ、なんか動物園行きたいぞと思って、ね、で、ここいらの動物園は大体行っちゃったんでね、他に行ったことのない動物園、そっか、なんか大阪にあるのかな、どうなのかな、みたいな、感じだよね。だっけ、東山動物園がどこだっけ、愛知だかどっかにあるんだったっけ。だからまあ、関西空港に近いかどうかはちょっとわかんないっていうのとさ、まあ関西空港かどうかわかんないけど、大概なんか空港からの、なんかそういう観光地へのアクセスっていうのが、まあ、移動がね、ちょっとめんどくさそうな感じがあるんですが、知ってるところならまだしもね、土地勘ないところでさ、ね、方向音痴だからさ、ちょっとそういうのがね、億劫なんだよね。億劫なんだよって感じ。テータさん、たこ焼き、串カツ食べてほしいんだね。せっかくね、紹介してくれたのにさ、行けなかったからね、この前ね、行きたいかなとも思ったんだけど、ボテジュなんだよな、そういえばと思ってさ。テンタワさん、またボテジュ、そうなの。ボテジュだけはね、ほら、この前のところは、店が狭いから持ち帰りができたんだけど、
他のところは持ち帰りできないらしいんだよ。だからそこで食べるしかないんだよね。だからもう、ほら、そんな食べれないじゃんっていう感じなんで。で、たまさん、海遊館かな、海遊館とかあるか、水族館かな。で、時間が難しいですよね。そうなんだよ。時間がね、難しいんだよね。おしさん、大阪なら、どこでも良いので、商店街にも行ってほしいです。商店街なんか。物価の安さを感じてほしい。どうなんだろう、今安いのかな。食堂も安価な店が多いです。へえ。てんたまさん、よしーさん、商店街いいですね。そうなんだね。人が多いところって撮影が難しいんでねっていうところもあるんだけど、まあ、需要がね、あるのがそういうところなんだね。いろいろ意見が来てて、助かるよというわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーション。はい。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。ゆいなんでからのお皿なめんだね。ね。で、ただ、藤子さんがまた大阪に上陸されるようで。よかったね。何のご縁があるんでしょうね、これね。はい。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな。はい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、家で見てね。おやすみなさい。バイなら。